皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。みんな大好き三峡ダム。このチャンネルでは、ほぼ毎日、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを取り上げています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。と、いつもお伝えしているのですが、今回は、三峡ダムの基本情報ということで、20本のプチ情報をまとめてみました。すでに知っているよという方もそうでない方もお付き合いのほどよろしくお願いします。それではどうぞ。三峡ダムの標高は185メートルである件。まず三峡ダムは義昌市という町にあり、標高はだいたい58メートルから60メートルくらいだと言われています。そして当初この60メートルの上に185メートルのダムが建設されていたと思っていたのですが、どうやらそれは違うようです。ダムは基礎岩盤の上に建設され、おそらく50メートルくらい掘っているのではないかと思われます。その基礎地盤は標高でいうと10メートル前後。その上に175メートルの高さのダムが建設されて、天場は標高185メートルになるのではないかということです。第1期工事の建設当時の写真をよくよく見ると、中央あたりはさらに掘り下げられているように見えます。ダムの取水口は105個ある件。これはダムの貯水側から見た図になります。左から発電施設、放流施設、発電施設が2カ所の堤体部分にあたります。放流施設には水を取り入れるための取水口が69個あります。こうやって見ると穴だらけですね。そして左右の発電施設用の取水口はそれぞれ14個、12個、そして8個あります。これまで合計103個あるとお伝えしてきましたが、さらに2カ所あるようです。例のシップリフトの件で写真をいろいろ眺めていると、下流側の写真でどうやらシップリフトの横に放水ゲートが2本あるようです。その用途ですが、シップリフトの導入路に接続しているため、泥やゴミの排出には適さないかもしれません。導入路に泥が流れ出したり、流木などのゴミが浮遊すると、船の航行に支障を及ぼすかもしれないためです。この放流ゲートの天場には、例によって小型のクレーンがあります。どれくらいの頻度で使われるものかはわかりませんが、ダムの裏側に2個の穴があることだけは確かなようです。ちなみに、貯水側の写真でいうと、この部分になります。ダム併設のシップリフトが大変なことになっていると思われる件。いつも貯水側の水面についてお伝えしているので、ご存知の方も多いと思いますが、ダムには中型、小型の船舶のためのエレベーターが併設されています。シップリフトと言われるもので、貯水側から船が導入路を通ってエレベーターに進入。そして船ごと下に下ろすというものです。当然その逆もあり、下流側からエレベーターで吊り上げ上流側へ進むことができます。だいたい40分ほどで昇降できるそうです。これまでこのシップリフトの入り口左側にひび割れのようなものがありますと紹介してきましたが、他にもあるようです。ツイッターで海外の方に教えてもらったのですが、どうやらちょっと怪しい状況になっているようです。図の部分の写真がこちらになります。下の方にどうも人工的な直線でない何かが見えます。ギザギザに入ったライン。これって一体何なんでしょうね。この構造物の高さは100メートル以上あるはずで、この距離でのギャップが見えるということは、近くによると1メートル近くのギャップになっているかもしれません。もちろんたまたまそう見えるのかもしれません。皆さんはどうお感じになられましたか。この状況からシップリフトの重量とワイヤーによる昇降によって土台が少し下がっているのではと勝手に推測してみました。渡り廊下的な中間部分にテンションがかかり、結果下の方にギャップらしきものが発生したのではないかと。というのもその渡り廊下の部分の雨だれが気になります。水平を保っているのなら入り口から均等に雨だれの跡が出るはずです。しかしシップリフト側にだけあるので、現在水平ではないのではないかと思った次第です。そして引っ張られる形でダム側のひび割れが発生しているとつながってくるわけです。ここまで来るともうプチ情報でも何でもなくなってきましたね。
三峡ダムには、放流施設の中に、ラジアルゲートが23基あります。ゲート自体は23本で、それぞれ1基ずつ。外から見える、ゲートの方は、ニュースなどで流れるので、よくご存知かと思います。ただ、なかなか、堤体の中の情報はないのですが、ダムの上部にある、移動式のクレーンで、ゲートを上げたり、下ろしたりしているようです。ダムの上は、ひび割れ、だらけだった県。三峡ダムには、中央に放流施設があります。この施設の上のところには、多くの穴が開いているのですが、そこには、ひび割れらしきものがあるのをご存知でしょうか。なかなか、上から見た写真や映像は少ないのですが、Google マップなどで、じっくり目を凝らしてみると、ひび割れを修復した後ではないかと思われるものが映っています。これだけ穴が開いているところに、相当重いクレーンが左右に移動しています。かなりのテンションがかかることが予想され、コンクリートといえども、やはり、ひびが入るのかもしれないですね。ダムの堤体の上に、大型のクレーンが移動すること自体、構造上の問題のようにも見えますが、どうなんでしょうか。日本のダムに、同じような移動式クレーンがあるんでしょうか。詳しい方がいらっしゃったら、こっそり、コメントで教えてください。クレーンはとんでもなく大きかった件。この写真で、ダムの上に乗っかっている赤い構造物。これはクレーンだと思いますが、これの大きさってご存知ですか？遠目に見ると、あまり目立ちませんが、近くで見ると、かなりでかいようです。クレーンの足元に車が見えます。乗用車の車高は 1.5 メートルくらいですから、目視で数えてみると、16台分くらいの高さがありそうです。だいたい24メートルくらいでしょうか。一般的なマンションだと、1階につき3メートル前後ですから、8階建てのマンションに相当しそうです。この巨大なクレーンは、レールに乗っていて、ダムを左右に移動します。ダム周辺に迎撃ミサイルが配備されているという噂。これは完全に噂レベルなので、確証も何もないことですが、空からの攻撃に備えているのではないかという話があるようです。何せ、大きな目標物で、無防備ですからね。隠すことはできません。地上配備型の迎撃ミサイルが設置されているというお話。ダムは、かなり内陸部にあるので、国外から、ということであれば、1500km 以上離れたところからの発射ということになるんでしょう。それは、南からの飛翔体かもしれませんし、西からかもしれません。はたまた、北からかもしれないですね。国防という観点から見れば、通常配備されていてもおかしくないんじゃないでしょうか。もっとも、防対国のステルス機で、やられるとなると、防ぐのは難しいかもしれません。ダムの弱点は、ダムの上にある件。三峡ダムは、強固な岩盤層の上に建設された、重力式コンクリートダムです。このため、一般的には、ダムが崩壊するとか、決壊するとかということはない、と言われています。絶対はありませんが、おそらく、そうなんでしょう。ただ、素人目にも、弱点はあるように思えます。それは、ダムの上にあるクレーンです。5基か、6基のクレーンが堤体の上にあり、左右に移動して、放流ゲートの調節をしていると思われます。このクレーン、視聴者さんから、もともと、ガントリークレーンだったのをクレーン部分を取っ払ったのではないかと情報をいただきました。4本の足、そして、上部には、巨大な建屋があります。パッと見ただけでも、バランス悪そうですよね。左右に移動する際には、レールに乗って移動します。しかし、縦方向には弱そうな気がします。ここに、地震が来たらどうなるでしょうか。阪神大震災の時には、神戸港のガントリークレーンが横倒しになり、大きな被害となりました。三峡ダムの場合はどうでしょうか。このクレーンが一斉に使えなくなると、たちまち、一大事になるかもしれないですね。三峡ダムには、中型、小型船が通れるルートがあります。これは、ダムの堤体のすぐ北側に設置されており、いつも、水位の情報で、この辺りまで溜まっていると思われます、と言っている写真に写っています。これはプール方式ではなく、エレベーター方式となっています。一隻の船がゲートに入り、上がったり、下がったりする方式。こちらは時間が短く、40分ほどで昇降できるようです。写真では小さなものに見えるかもしれませんが、船が通過する写真を並べると、でかいものだとわかるかと思います。
中型船といっても、製造した自動車を運んだりできる、結構大きなものまで利用できるものとなっています。今、注目されているチベットで、大規模な水力発電建設を検討している、というのをご存知でしょうか。チベット自治区を流れる、ヤルンチャンポ川で、巨大な水力発電設備を作ろうとしています。この川は、インドとバングラディッシュの重要な水資源となっており、灌漑用としても活用されているようです。その川に、三峡ダムを超える規模の構造物を作ろうと検討されているのです。位置関係を確認しておきます。ヤルンチャンポ川はネパールの北側を流れて、東に進み、国境を越えると、ブラマプトラ川に名称を変えます。そして、ガンジス川と合流して、ベンガル湾に抜けます。ちなみに、2020年6月から発生しているインドと中国の国境紛争の場所は、ちょうど赤丸点線のあたりになるようです。ただ、ネパールよりも北に位置する地域のために、建設現場での資材と労働力を確保するには、かなりのコストがかかり、実現されるかどうかは、まだまだ不透明な状況。川の上流で蛇口を閉める意図があるのか、今後に注目したいところです。ダムの上流に、巨大ダムができていた件。三峡ダムの上流に、巨大ダムがすでにできていることをご存知でしょうか。長江を遡ること 1600km。2020年7月、切り立った崖に囲まれたこの地に、巨大ダムが完成しました。その名は、ウードンデダム。カラスに東京の塔、そして徳川の徳に似た字を書きます。2020年に竣工、総工費はなんと 1.7 兆円です。洪水調節と水力発電の役割を持つ、多目的ダムで、アーチ式のコンクリートダム。世界で7番目に大きいんだそうです。そのダムは、崖と言ってもいいくらい、急峻な地形に作られました。抵抗は270メートル。中央に常用洪水履が6本と、上部に非常用洪水履が5本あるようです。そして注目点は、水力発電の取水口は、ダムの堤体とは分離していること。これは、三峡ダムと違います。図のように、山をくり抜いて、トンネルを掘って、下流側の離れたところに出口があるようです。ダムを作るくらいの場所ですから、強固な岩盤と思われますが、ここを水力発電用に、6本ずつ掘っている模様。タービンは、左右、山の中にそれぞれ6基ずつ。ここで作った電気は、主に、ダムのある、四川省と雲南省、周辺地域と、東部に送られているようです。そういえば、先日、雲南省で、マグニチュード 6.4 の大地震がありました。2015年の12月に着工して、2020年の7月に竣工。わずか4年ちょっとで、1.7 兆円のプロジェクトを完成させたことになります。相当、急いで作ったんでしょうね。実は、このダムの下流に、同様のダムが3つあるようです。またの機会に取り上げたいと思います。もう、巨大ダム、だらけですね。ダムの高さは185メートルなのに、自由に洪水調節できるのは、たったの30メートルしかない件。三峡ダムの高さは185メートルになります。これはタワーマンションの55階に相当します。ダム本来の役割は、洪水を調節することにありますが、三峡ダムで、水力発電や大型船舶の航行といった役割もあります。このため、せっかく185メートルもの高さなのに、145メートルから175メートルのわずか30メートルの間で、洪水調節を行わないといけないことになっています。発電などを意識しなければ、もっと自由なダム操作ができるはずなのですが、化石燃料から自然エネルギーへシフトを進めているために、水力発電は重要な位置づけになっているようです。ダムの上は穴だらけだった件。なかなか上部の写真はないのですが、遠目に見ると、穴のようなものが見えます。特に、中央の放流施設の上のところに多いようです。三峡ダムはラジアルゲートという、洪水調節するための施設があると思われます。このゲートを上げ下げする際に、ダムの上にあるクレーンによって吊り上げたり、下げたりするのではないかと思っています。そのための穴が、ダムの上にあるのではないでしょうか。そのゲートをメンテナンスする際には、取水口側の水の侵入を防ぐために、止水板のようなものを、これまた、吊り上げたり、下げたりする穴があります。あとは、一番下にある泥排出用の、放流ゲートの調整をするため、このための穴があるのではないでしょうか。
結果として穴だらけになっているのではと思われます。洪水調整用のゲートと泥を吐き出すゲートが交互に設置されています。このため A と B で洪水調整とメンテナンスに C で泥排出のゲートの開閉を行っているかもしれません。様々な支流が集まった先に三峡ダムがある県。6000km にわたる長江の中流に位置する三峡ダム。本流だけではなく、四川盆地などを流れる多くの支流が集まった先にあります。三峡ダムの名前の由来になった3つの峡谷。要するに、険しい山々の手前で川が一本になり、その峡谷を抜けた先にダムが建設されたわけです。中国の中西部で降った雨は、ほとんどがこのダムに集まってくることになります。しかも、それぞれの支流には相当の水が流れるわけですから、洪水も頻発しています。これを避けるために、上流にもたくさんのダムが建設され、未だに建設中のものもあるようです。この図を見れば、三峡ダムがいかに危ういものであるか、想像はつくのではないでしょうか。ダムは両端から作られた県。ここに1枚の写真があります。何かの工事現場らしきものですね。よーく見てください。それでは、1本、線を引きます。さらに、もう1本。何かが頭に浮かんできませんか？そうです。三峡ダムの一基工事の写真のようです。一番左に見える構造物。見たことはありませんか？いつも、現地映像のところで出てくる、正面の写真。この写真の、ここのところに見えませんか？もう少し、寄ってみます。さらに、四角い、ここのところ。中央に位置する、放流施設の一番、左のところに当たるようです。どうやら、ダムの堤体は、両端から順に、建設されたようですね。このイメージ図と現地写真を見れば、そういうことか、となるかもしれませんね。三峡ダムは世界最大の年間発電量である県。ダムの役割は大きく3つあり、第1に洪水調節、第2に水力発電、そして第3に水運となります。もともと洪水対策として構想されていたわけですが、経済発展に伴い、電力需要の拡大が予測されるようになり、水力発電も担うこととなりました。後から追加した役割なのに、世界一になってしまうなんて、ちょっと信じられないですね。さて、ダムの正面から見ると、黄色の枠で囲まれたところに、発電建屋があります。ダムの断面で見ると、こんなイメージになります。取水口は98メートルあたりにあるようで、タービンを通って下流の水面の下に放出されます。下流の平均水面は66メートルと言われていますから、その下くらいになるんでしょうか。中央に位置する放流施設と違って、ニュースで見るような放水状況を目視することはできません。ただ、衛星画像などでは、水泡と見られる形跡を確認できる場合もあるようです。いつもな逃げに見ているグラフ。これはダムデータさんのグラフになるのですが、放流は、だいたい、いつも同じパターンで実施しているようです。1日単位で見ると、人間の活動に合わせているようで、お昼前に一旦ピークを持っていき、その後は、少し絞ります。そして、夕方になるとまた、放流のピークを持っていく、といった感じですね。これは、電力需要に合わせて、変動させていると思われます。電気が必要な時に放流を増やすというものですかね。あと、水位が下がったこの時期でいうと、ダムの底に沈殿している砂や泥の排出の役割も担っているのではないかと推測してみました。毎日、上げ下げを繰り返すことで、ダムの貯水側の水の流れに変化をつけ、その結果、ダム底近くの砂、泥を攪拌させるのではないか、ということです。どれほど効果があるかはわかりませんが、満水の時と比べれば、水位が下がったこの時期ならではのことではないかと思っています。ただし、渇水期は中央の放流施設ではなく、発電施設のルートを通ると思われますので、砂や泥といったものがタービンを通過する際、ブレードに傷をつけるというデメリットもあるかもしれません。多分ですけどね。ダムにはクレストゲートが22ある県。ダムの水が満杯になった時に、自然越流、つまり特別な操作なしに下流側に水を流すゲートが用意されています。三峡ダムの場合は180メートル過ぎのところに22本あります。ダムの断面でいうとこういうイメージになるかと思います。
貯水側の取水口はこちらになるかと思います。これまで運用の中でこの高さまで到達したことはないと思いますので、実際にこのゲートで水が流されたかどうかは定かではありません。これは最後の砦ですので、これが使われるとき、それは激ヤバの時になるんでしょうね。ダムには沈む島がある件について、ダムの貯水側には貯水量によってほとんど沈む島があるのをご存知でしょうか。場所で言うと右岸のところにあり、道路でつながっています。この島は建設当時からあるもので、洪水期で水位が上がると取り付け道路が沈みます。そもそもこの島はなぜあるのかが不思議ですよね。ダム的にはなかった方が良いような気がします。しかしながら最初から島として残ったようです。三峡ダムの第2期工事の時に仮締め切り包みというのを作り、せき止めていました。この仮の包み、形を見てもらえればわかるかと思いますが、鍵型になっています。この形状だと水の圧力がこのようにかかり、不安定じゃないかと思われます。ですから島を残してその土台部分で接続して支えとしたのではないでしょうか。こちらは貯水側から見たものです。増水期には頂上部分を残して水没します。ソフトモヒカンみたいですね。こんな感じになるんじゃないでしょうか。この島が完全に沈むとき、それはダムの終わりなのかもしれません。水に流すという言葉がありますよね。いろいろあったけど、それはもうなかったこととして次に進みましょうという意味。どうやらリアル世界で水に流すことが起こっているようです。これもこのチャンネルで取り上げているのでご存知かもしれませんが、ダムには泥を排出するゲートが22あります。ダムの底から75メートルあたりに取水口があるようです。そこから泥をダムの下流側に送り出します。ダム問題として砂、泥が溜まり続けるという大きな問題がありますが、このゲートにより一気に流すことでその泥問題をなかったことにすることができるそうです。実際どれほどの効果があるのか全く知る術がないのですが、理論的にはそういう方針でやっているようです。私はクエスチョンマークが10個ぐらい頭に浮かんでいますが、そういうものだそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報を発信していますので、チャンネル登録していただけると幸いです。それでは次の動画でまた。